理系って意外に英語が読めないと不便。むしろ苦手で焦っている。そんな方を救いたい。一緒に勉強していきましょう。今日のお題は遺伝子。遺伝子は英語で Gene。 生物の特徴を親から子へ伝えることを Heredity。 遺伝と言い、Genetic information。 遺伝情報を伝えるもののことを遺伝子と呼びます。つまり遺伝子は親から Inherit。 受け継ぐ体の Blueprint。 設計図なのです。もっと具体的に言うと、タンパク質を作るための情報を持つ領域を遺伝子と言います。次に Deoxyribonucleic acid。 DNA について、 Phosphoric acid。 リン酸、 Deoxyribose。 デオキシリボース、 Base。 塩基が結合し、 Nucleotide。 ヌクレオチドという物質になる。ヌクレオチドが多数つながって Double helix structure。 二重らせん構造をとる DNA となります。 DNA とは遺伝子を持つ物質のことを指します。 DNA を構成する塩基は4種類あり、 Adenine。 アデニン、 Thymine。 チミン、 Guanine。 グアニン、 Cytosine。 シトシン。そしてこれらは対になれる組み合わせが決まっていて、そのことを Complementarity。 相補性と言います。ちなみにそれぞれの塩基は Hydrogen bond。 水素結合でつながっています。遺伝情報は Code。 暗号のように保存されていて、4種類の塩基のうちどれを持ったヌクレオチドか、またそれがどのように並んでいるか、 Base sequence。 塩基配列によって DNA が伝える遺伝情報が決まります。混同されがちな遺伝子と DNA ですが、 DNA すべてが遺伝情報を伝えるわけでなく、遺伝情報を伝える部分とそうでない部分があります。中でも遺伝情報を伝える部分を遺伝子と呼ぶのです。つまり DNA は遺伝子の Transmitter。 伝達物質なのです。本で例えると、あるページの中に意味のある文章になっている部分とそうでない部分があるというイメージです。また Chromosome。 染色体と Genome。 ゲノムという言葉もよく聞きますが、ゲノムとは生物が形を作るために必要な全遺伝情報のことで、人は父親由来、母親由来の2ゲノムを保持していて Diploid。 2倍体と言います。染色体とは DNA が Histone。 タンパク質に巻きつき、 Chromatin。 クロマチン構造を取り、折りたたまれ、 Aggregation。 凝集した構造体のことで DNA をコンパクトにして保管するため、このような形をとっています。ここまでをまとめると、 DNA とは遺伝情報を載せている Chemical substance。 化学物質、遺伝子とは遺伝情報、染色体とは DNA をヒストンに巻きつけた Complex。 複合体、ゲノムとは遺伝情報の総体です。例えると、遺伝情報を伝えるための紙、 DNA に書かれたストーリーが遺伝子で、これらをまとめた本が染色体、全巻セットをゲノムと考えると分かりやすいですね。遺伝子研究の方法としては、 Escherichia coli。 大腸菌や Phage。 ファージを用いた Transformation。 形質転換実験や Gene expression。 遺伝子発現機構の解析、 Model organism。 モデル生物を用いた方法、 Variant。 Mutant。 変異体を作成する Reverse genetics。 逆遺伝学という手法があります。遺伝子研究はオーダーメイド医療の実現に役立っています。現在一部の Cancer treatment。 がん治療で実用化されており、薬剤の効果や Side effect。 副作用の有無を調べることができます。今後はさらなる Practical application。 実用化、 Lifestyle diseases。 生活習慣病など多疾患への応用が期待されています。他には新たな作物開発に役立っています。塩基配列の解読や有用遺伝子の Isolation。 単理、 Functional analysis。 機能解析を行うことで Pest。 病害虫や Environmental stress。 環境ストレスに強い植物の開発などに役立ちます。
結果、食料生産問題解決につながるのです。今日は42個の単語を紹介しました。